トレセン学園の大魔人として授業でも負けるわけにはいかないので蕎麦どころお蕎麦にますねの店主スキルインラブに指示し蕎麦の真髄を継承し校門の傍らで蕎麦の屋台を始めてみたところとんでもない人気店になったアーモンドアイ。ララ、授業を始めるわよ。愛さん、急にどないしましたの？往年のハルとジョンを彷彿とさせるなこのノリは。大丈夫？ララ、むちょいビデオを撮るわよとか言い出さない。ほら、トレセン学園の生徒っていろんなしのぎしてるじゃない？しのぎて。まずカフェさんとカフェトレさんの喫茶マンハッタン。ああ、ガテン系さんをターゲットにしたカツ丼メインの食堂な。喫茶の定義壊れる。あとは、トイレの水が海に直接流れるでおなじみの目白家が運営している川崎目白ランド。それ法的に大丈夫なん？目白家パワーで大丈夫なんでしょ、多分。確かにそうやね。川崎目白ランドほんと好き。あとは、ジャーニーさんの手配屋さん。旅行の最適なプランを提案してるんやったっけ？でもあれしのぎなん。無料で相談に乗ってくれてはるよな。確かに生徒からはもらってないわね。でも提案先の宿とかと繋がっててキックバックがあるとかなんとか。愛さん、これに触れるのはやめときましょ。そうね。まだありますの？まだまだあるわよ。タルマエさんの苫小牧屋さん。爆心王さんの爆心屋さん。ダイヤちゃんのセガ屋さん。わけわからなくなってきましたなぁ。まあそんな感じでみんな色々やってるわけよ。だから私も事業を始めるわ。こんなところでも愛さんの負けず嫌いが発動するとは。だって私はトレセン学園の大魔人よ。事業でも負けないわ。まあええけど。それで愛さん、具体的な案は浮かんでますの？校門の傍らに屋台を出すわ。屋台？まあいきなり店を構えるよか現実的かな。屋台となるとたこ焼きとかです。それとも焼きそば？ララ、間違っても焼きそばなんて口走っちゃダメよ。え？実は一番最初に焼きそばを検討したのよ。はあ。そしたら何かを察知したタルマエさんが6ドル出してはいけない顔で睨んできたのよ。そうですか。でも冷静に考えたら屋台でたこ焼きとか焼きそばっていうのもありきたりすぎて面白くないって思ったの。ふむ。ここで思い出してララ、私たちにはとても頼りになるあの子がいるでしょう？あの子。そう、ほっかむりのララよ。なるほど、ステルちゃんな。ほっかむりのララといえば蕎麦どころお蕎麦にますねの店主としてトレセン学園でも有名だもの。確かにそうやね。トレセン学園ナンバーワンの蕎麦名人として名を馳せとりますしな。ピター・ブラッセのことを少しは思い出してあげてください。ところで蕎麦って茹でるものでは？煮込み蕎麦は存在するぞ。というわけでほっかむりのララから蕎麦の真髄を継承してきたのよ。行動力の鬼ですな。でも愛さん、今回は飲食やろ？さすがに甘くないで。何を言ってるの？そんなの当たり前じゃない、蕎麦なんだから。ああ。ふふ、愛さんのお蕎麦が甘いかどうか実際に食べてもらいましょうどすえ。です。ステルちゃん。ほっかむりのララ、来てくれたのね。教え子のデビュー戦を見守りに来ましたどすえ。です。ララ、これこそトレセン魂よ。はいはい。それなら一杯もらおうかな。ふふん、刮目することね、私の蕎麦の味を。いや、味は目視できんやろ。へえ、なかなか様になってるやないの。愛さんは血の滲むような長く苦しい特訓をしましたから。そんな時間あったん？ NKT。NKT。まあマグロすらさばけるようになったあの愛さんですし驚きはしませんけどもこれは素直にさすがと言わせてもらいましょ。へいお待ち。お、提供時間は早いな。ふふ、ささっと食べられるのもお蕎麦の魅力でしょう？ステルちゃんの言う通りやね。これはかけそば？具はネギだけのシンプルなもの。蕎麦の良し悪しを確認するには余計な具材は抜きの方がいいからね。ぶっかけそばよ。はい？ぶっかけそばよ。かけそばやんね。ぶっかけそばよ。ふふ、愛さんは自身のお蕎麦に青春を全掛けしているんです。いや、レースに青春全掛けせんの？それゆえに提供するお蕎麦の名称にも誇りを持っているんどすえ。です。はあ、わかりましたわ。ぶっかけそばね。まあもともとぶっかけそばと呼ばれていたものがかけそば、かけと訳されるようになっていっただけで名称としておかしいわけではないからね。
これはあれですか？五代将軍綱吉の時代にぶっかけそばを売り出した元祖である信濃屋へのリスペクトですか？さすがララは博識ね。確かにそれもあるけど。じゃあ別の理由も？トレセン学園的にはぶっかけそばの方が受けがいいと思うのよ。なんでです？本能的に？そんなあやふやな。ふふ。私が外れ船券で高ぶるのと同じ度末。です。それもそれでどうかと思うんやけど。それよりもララ、早く食べないと伸びちゃうわよ。うちは早う食べたかったんやけどね。無料トッピングもあるから遠慮せずに食べてね。へえ、天かすとかですか？きゅうりの浅漬けよ。それは太っ腹ですなぁ。普通のお店ならお金取るでしょうに。味もよろしおすなぁ。愛さん、本当にこれが無料でいいの？小鉢で出して300円くらい取れますやろ。理事長の農園で発生したイレギュラーなのよ。イレギュラー。はいはい、わかりましたよ。あれやろ？いわゆる規格外みたいな。でも別に学園の野菜って売りさばくわけでもないし規格外もへったくれもないんじゃ。ララは知らない？たまに農園の野菜に突然変異が起こること。は？自我を持ったキュウリが生まれるのよ。は？その討伐を私たちが請け負い倒したキュウリの慣れの果てがこの浅漬け度末。です。早く処理しちゃいたいからお金なんて取ってられないってことね。うちそんな貝の浅漬け食べてもうたん。大丈夫よ。理事長が愛情込めて育てたキュウリには変わりないんだから。愛情込めて育てたキュウリが突然変異を起こして自我を持つとか育て方間違ってますやろ。へえお待ち、白いぶっかけそば。愛さんの屋台オープンしてから連日繁盛してますなぁ。でも今の白いぶっかけそばみたいな新メニューも増えてるようやし大変そうやなぁ。ちょっと手伝ったろかな。白いブラックサンダーみたいに白いそばでも使ってるのか？ぶっかけそばにとろろがセットでついてくると予想。とろろは勢力増強効果があるからな。やっぱりこの屋台摘発されるべきでは？理事長と繋がってるから無理なんだよな。愛さん、忙しそうやね。ララ、助けて。はいはい、そのつもりで来ましたからな。トレーニング後の生徒がひっきりなしにやってきて出前に出れないのよ。屋台なのに出前も始めたんです。仕方ないのよ。どうしても私のそばが食べたいと言われたらどんな無茶を押し通してでも引き受けたくなるでしょう？愛さんも人がいいですなぁ。それもまた愛さんの魅力なんやろうけど。じゃあうちがその出前行きましょ。助かるわ。届け先は生徒会室よ。はあ、生徒会御用達とはさすがやな。天ぷらそば、かき揚げそば、かつ煮そばを生徒会室までよろしくね。かつ煮そばとはまただいぶ本格的やね。このかつ煮もステルちゃんから教わりはったん。喫茶マンハッタンで修行してきたのよ。え？カフェさんが何とも言えない表情で特訓の様子を見守ってくれていたわ。ああ。喫茶マンハッタン印のかつ煮そばとして大々的に売り出すと言ったらカフェさん頭を抱えてたわ。出前行ってきまーす。かけ、熱いとこをいただきましょうか。おっとすみませんね。ネギ抜きで頼みますよ。カノープスの一番長い日か。苫小牧発のフェリーが覆面をつけた馬娘にシージャックされるのか。このそばはぜひとも君のそばで食べたいな。ふふ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。